Hello everyone. Today, I'm bringing you a room tour of a renovated old house in Nagasaki. I usually do room tour videos like this on my other Japanese YouTube channel, but this rental property is very welcoming to foreigners, which is why I decided to feature it on this channel. For more details, check out the main part of the video. By the way, the video is in Japanese, so please use the YouTube subtitles feature to enjoy it. So, let's get started. こんにちは。こんにちは。本日ご案内いただく明成興産の桃田さんです。明成興産の桃田です。よろしくお願いします。お願いします。弊社明成興産は長崎市内にある不動産業で工務店業務を行っております。古い家のリノベーションを得意とする会社になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。桃田さん。はい。今日ご案内いただくのはどんな物件でしょうか。今日はですね、築50年ぐらいになる、坂の上にあるお家になります。今後ろに映ってるお家ですね。はい、そうです。こちらのお家です。すごいリノベーションした物件ですよね。そうです。リノベーション、そうですね。もうほぼほぼ残してるんですけど、はい。綺麗な感じに、はい、仕上がっております。しかも後ろを振り返ると、はい。こんな感じで見えますか。坂道です。わかりますかね。長崎の斜面地の上の方にある物件ということで、そうなんです。眺めがいいですね。めちゃめちゃいいです。ここ眺め。海も見えて山も見える。山も見えます。長崎市内のね、家々の風景も見れる場所になります。楽しみです。よろしくお願いします。早速中ご案内いただいてもよろしいでしょうか。はい。お邪魔します。玄関までの道がいいですね。そうなんです。いろいろもともとも前の所有者さんが植えてらっしゃったのをもうこちらがちょっと手入れをさせていただいてっていう感じなんですけど、はい、まだここら辺とかね、全然何か植えていただいてもいいですし、こういうところとかですね。いろいろ植えられそうですね。綺麗に使っていただいたからですね。はい。では玄関入って、はい、お邪魔します。どうぞ。ということで玄関はこんな感じです。もう昔ながらのタイルです。レトロな。レトロです。ここの色とここの色がですね、違う2パターンのタイルです。よいしょ。いい感じでございます。ありがとうございます。ではお邪魔します。はい、どうぞお入りください。では早速お邪魔して、入り口、まずは右手のお部屋こちら側の、はい、ご案内いたします。こんな感じで。はい。和室ですね。和室です。ここ6畳ですね。6畳の和室。はい。お邪魔します。さっきの庭が。そうです。こっちから見えますよ。綺麗に見えますね。そうです。庭を眺めながらですね、ゆっくり過ごしていただけるんではないでしょうか。そしてこんな感じで。はい。椅子とテーブルがあって。まったり過ごすそうな感じで過ごせます。はい。そして、ここを見ると、桃田さん、これ何ですか？これミシンです。私が使ったわけではないんですが、私もちょっと使ったことのないミシンなんですが、足で踏むタイプですね。もう前の所有者さんがそのまま残してくださったものになります。レトロなミシンが。レトロです。足で踏みしながら。桃田さん、一緒に座ってみますか？いいですか？昔の方はこうして、こうして、これを踏みながら、ガタ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 って、ガタ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 ってされたんですよ。ありがとうございます。いいですよね。こんな感じで。昔ながらのアイテムも残っているんですが、リノベはあれですかね。天井をきれいにされて、ここのお部屋は、天井をきれいにして、あとは、ここのところをきれいに張り替えてっていう感じですね。元の雰囲気テイストはかなり残されてます。残してます。はい。ありがとうございます。左手がまた続いて、はい、こちらも和室です。こちらも同じ6畳ですね。こちらも6畳ですね。はい。こんな感じで和室になっております。和室です。ね、海外から来られた方が住む際、和室あるとテンション上がるかもしれないですね。そうですよね。やっぱ和室ね。リアルなジャパン。本当、リアルなジャパンですよ。鏡がありました。こんにちは。ちょっと逆の方からのお部屋の雰囲気を見ると、こんな感じのお部屋になっております。でもそうですよね。外国の方って6畳とかって言っても、あまりピンってこないですよね。確かに。サイズ感が。そうですね。後で字幕に A ベースを出していただいて。和室の部屋が2部屋あって、あとは押し入れもありますね。押し入れもあります。ちょっとまだ物は入っていますが、こんな感じですね。いろいろ入れておきます。こんな感じで。こんな感じです。ジャパニーズ収納ですね。そうですね、ジャパニーズ収納で。このなんか襖というか扉の色と後ろのちょっとこう濃い緑の感じの色合いが
いい感じですね。ありがとうございます。木目も木の色もいいし。もうね、古いながらでもちゃんとこういい色合いで残ってるっていう感じですね。ありがとうございます。では、はい。隣のお部屋に。はい。このもう床も昔ながらです。木材で、はい。後で見ていただくとわかるんですけど、本当に昔ながらの。このフローリングもじゃあその当時の。そうですね、その当時のフローリングですね。おお、ありがとうございます。すごい。そしてキッチンです。キッチンです。おお、キッチン可愛い。可愛いでしょ。レトロな雰囲気。レトロですよ。このキッチンアイテムも当時の。あ、それ当時のままです。これもそのまま残していただける。そのまま、使用される方は使ってくださいっていうものになります。そして食器も。はいですね。こういうね、昔の方が暮らしてた面影をこう残してる。そうです。こういう服とかね。シールとか服とか。当時の暮らしの面影雰囲気をそのまま残すということで。そうです。いいですよね。で、水回りは、で、コンロも。コンロもあります。感じになっております。お、桃田さん。この左手の。ありがとうございます。気づいてくださって。私の大好きな肩ガラスです。推しポイントですね。これ模様は。この模様はもみじです。もみじですね。この木枠とですね、この肩ガラスと。いいですね。いいですね。これは結構回して開ける。昔ながらの色ですね。そうです。おお、レトロ。網戸も。網戸もレトロ。はい、このままです。レトロな網戸になっております。やっぱ築50年。築53年ぐらい。13年。はい。昔ながらの雰囲気がたくさん残っているお家になってます。そうです。で、築古くても、お家のリノベーションとかリフォームとかでこういう窓をなくされたりとかね、するパターンもあるんですけど、今回残ってますね。上にエアコンもエアコンついてます。もともとからついてた。そうなんですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ではそんな素敵なキッチンの隣にまたお一つ部屋があります。部屋があります。お邪魔します。フローリングですね。この部屋はフローリングの。そうです、フローリング。こちらとこちらも現代風の張り物って言われるフローリングになります。先ほど見たフローリングとまた違うタイプですね。ここはもともと和室だったのを。ここ和室だったのをフローリングにしてます。いいですね。ここも押し入れがあって。そうです、押し入れあります。あとできますね。収納出ます。ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、この部屋にはもう一つ奥に。はい、奥に。今回 2SLDK なんですけど、S の部分になりますね。はい。ここはもともと縁側ですよね。ですが今はそうですね。椅子を置いたりとか、ちょっとしたもの棚を置いたりとか、収納スペースにも使えるんじゃないかなと思います。ちょっとまったりできそうな。そうです、そうです。テーブルがある。ちょっとお茶飲んだり。そう、いいですね。お酒飲んだり。お酒飲んだり。読書したり。いや、いいですよ、ここ。窓もね、すぐ近くにあるから。ちょっと桃田さんに座っていただいて、いいですか、まったりしていただいて。すみません、ありがとうございます。こんな感じです。いいですね、こんな感じですよね。こう外を見ながら。で、お酒でも飲みながら。動画のサムネイルに使えそうな絵面が今撮れております。こんなです。で、そう庭が見えますかね。見えます。はい。そうなんですよ。庭ですね。庭がね、めちゃくちゃいいですね。素敵ですよ。庭。そうですかね。なんか石の。灯籠っていうの。灯籠。名前詳しくわからないんですけど、すごい日本っぽいものが。そういうのが残ってます。ちょっと盆栽とか置きたくなる。いや、本当ですよ。いろんなことしたくなりますね。風鈴とかね。風鈴とかね。今からの季節、そうですよ。チリンチリンって。そして風がめちゃくちゃ入りますね。入ります。風がすごい気持ちいいですよ。ありがとうございます。めちゃくちゃいい。静かですね、ここはやっぱ。確かに静かですね。坂の上って静かですよね、やっぱり。やっぱり坂の上になると、こう山が近かったり、車通りが少なかったり。静かな落ち着いた暮らしができますよね。そうですよね。長崎だったら電車からちょっと外れたりとかしてるからですね。では。はい。
水回り水回りを見てもいいですか。はい。よいしょ、ここから。こちらからよろしいですか。そうか、ここでいいのかな。はい。ここが洗面所。はい、洗面所です。洗濯機がありますね。はい。感じになっております。そして右手がお風呂です。お風呂場です。はい。これはもうジャパニーズスタイルバスルームでしょ。そうですよ。そうです。ジャパニーズバースルームですよ。しかもね、築50年だからレトロな。かわいい、これ。めちゃめちゃ色使いが可愛いですよね。いいですね。あ、でもあれですね、お湯沸かす機械、給湯器とか新しくつけました。そう。今のここはね、今の現代の方々に合わせて。現代の機器を使って、お風呂に入っていただく。ね、海外の方ってあれですよね。湯船に、そうですよね。湯船に浸かる習慣がない。ね、そうシャワーで終わらせてしまうという。桃田さん、お風呂の入り方ここでご紹介しなきゃじゃないですか。お風呂の入り方ですか。ジャパニーズスタイル。まずお湯をためてください。お湯を湯船に。湯船にためてください。こうやってこうやってこうやって、全部きれいにした後です。はい。まあ人それぞれだと思います。で、好きな感じで。こんな感じです。あ、深いこれ。これですよこれ。おお、めっちゃ深い。これです。これがジャパニーズスタイル。そうです、これです。足伸ばしてね。ウォームホットスプリングです。そうですよ。で、こう汗をかきながらお風呂に入ります。お、いいですね。で、上がったら汗をかいてるから、なんかこうやってこう流してさっぱりして上がるっていう。おお、いいですね。ジャパニーズスタイル。合ってますよね。合ってます。ありがとうございます。こんな感じでお風呂に入っていただくこともできる。そうです、そうです、そうです。日本カルチャー、日本のリアル、なんていうんだろう、ジャパニーズトラディショナルライフスタイルを楽しめる。ルー語みたいな。ルー語は確実に翻訳できないな。そして、隣が、お手洗いです。お手洗いということで。お手洗いも、こんな感じで。綺麗ですよ。はい、ウォシュレットもありますね。品川さんポイントウォシュレット。はい、ウォシュレット。海外の方はあまり馴染みがないかもしれない。ああ、そうですね。ジャパニーズハイテクノロジートイレットサムスン。そうですよね。いや、いいと思いますよ。ここも窓ガラスが可愛いですね。そう、あそこの台所のとことご紹介した窓ガラスと一緒で。無地のすりガラスです。これがいいですね。それがいいんですよ。これがめちゃくちゃいい。はい。これめちゃくちゃいいな。いいでしょう。ここのお家はかなり昔のガラスとか昔の扉とか綺麗に残ってますね。残ってます。本当によく残していただけたなっていうのはやっぱ。では、はい。最後にお外も。はい、お外も行きましょうか。では外に出ます。出参ります。ちなみに右手に気づいたんですけど。物置、物置もあります。いろいろ入れそう。入れそうな。鍵が閉まってる。ごめんなさい、私には使い方が入ってます。掃除道具が入ってます。掃除道具等々収納できます。なかなかお家の中にね、収納できないようなものってあるじゃないですか。濡れてたりとか、そういうのを入れていただく分に。品川さんなら何入れますか？私はここに、いやー、お花かな。ああ、いいですね。アジサイ、盆栽。いいですよね。なんかちょっと和風なものも入れたいんですけど、長崎らしいお花、アジサイもそうですけど。そうですね。いいですよね。桃田さんだったら何を入れますか？もう私すぐ野菜と思っちゃう。畑です、畑。そしてお家の焼肉から。ここんなに歩けるんですね。歩きますすごい。スムーズに歩けます。で、さっきの、よいしょ。さっきあれですね、お部屋から。お部屋から庭エリア。お庭になります。こんな感じですね。ここに盆栽植えたいですね、僕は。いや、いいですよ。で、ここの景色がすごい良さそうですね。いいですよ。本当に、ちょっとここ上がっていただいて。行けるんですね。遠くに長崎の山と斜面地の家々と、今日クルーズ船も止まってますね。ちょっと視聴者の皆様とにズームすると、これがクルーズ船です。
この景色すごくないですか、皆さん。すごい、遠くから見たらね、ビルかっていう。もうビルっぽいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。一旦中に。はい、はい、戻ります。はい、ということで桃田さん、お家ご紹介いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。今からちょっと、家の物件の詳細をいろいろと聞いていければと思うんですけども、まず、このお家の基本情報から。築年数と間取りはどんな感じでしょうか。はい、築年数は築53年です。1971年からに建っているお家になって、2SLDK です。はい。はい。ありがとうございます。お家の向き、日当たりとか風通しはどうですか。日当たり抜群です。向きはですね、いろんなところに窓がついているので、いろんな方角を楽しめると思います。確かに窓いろんなところにあって。はい。日当たり良さそう、風通しいい感じですか。うん、そうですね。はい。ありがとうございます。ちなみに結構斜面地の標高高いお家なんですけど、公共交通ここまでどうやって来れば。ここはですね、バスです。南町バス停から徒歩5分になります。バス停から徒歩5分ぐらいですね。ちなみに駐車場なんかは。駐車場はですね、上の方に、弊社は今1台借りてるところがあるんですけども、そこだと、道がちょっと狭いので、軽自動車、コンパクトカー専用にはなると思うんですけど、はい。じゃあ入居の際に要確認。そうですね、要確認です。はい。で、次にインターネットの確認。インターネットは、もう各自入居者さんに契約をっていう入居者さんに契約していただきます。ありがとうございます。で、今から一番大事なことを聞きたいんですけど。はい。ズバリ。はい。お家賃。あ、お家賃。はい、お家賃どうですか。お家賃はですね、ここの広さで、このお部屋でお安いと思ってます。いや、でも、こんなにね、お部屋いっぱいあってお高いんでしょ。ですね、それがですね、39,000円です。はい、月額月39,000円です。ありがとうございます。39,000円ということで、39,000円です。設定されております。はい。で、ちなみにこの物件はあれですよね、外国人の方もウェルカム。そうなんですね。私も外国にちょっと留学したこともあって、受け入れていただいたので、ありがたいですよね。そういう形でもですね、何かご協力があったと思います。確かになんかあれですよね。その海外から日本にやってきた方って、そのね、土地勘もないし、そうです、そうです。文化とかのね、分かんなくて、最初地域入るのめっちゃ怖いと思うんですけど。そうですよね。そうでも楽しみに来て日本にね長崎に来てくださってる方も多いと思うので、互いの相互理解ですよね。日本の文化もこう受け入れていただきつつ、日本の方も外国の方の文化を受け入れつつっていうところだと思います。じゃあ海外経験もある桃田さんがサポートしてくださると。そうですね。英語全く喋れませんが。韓国語は喋れる。韓国語をどうにか。アニャーセヨ。ということで、そんな感じの外国人の方もウェルカムな物件ということですが、もう一個気になるワード出ました。はい。贈与型賃貸。はい。これ何ですか。贈与型賃貸住宅はですね、10年賃貸として住んでいただいて、10年後ですね、もうそのまま土地もお家もつけた状態で、贈与する、弊社が入居者さんに贈与するっていう、差し上げますっていうお家になるんですね。なんで贈与型賃貸住宅っていう名前を付けてるんですけど、でも賃貸でそのまま住みたいって選択をされる方はもちろんそれはそれで大丈夫です。おお、すげえ。はい。じゃあ10年間住んでた時に気に入った場合は、もう贈与という形で土地も建物もいただいて、自分の持ち家にできる。そうです、自分の持ち家に。そのまま賃貸で住むのも OK なので選択できる。そういう選択していただきます。すげえ。今までこの物件の結構いいね、推しポイント、魅力ポイント聞いてきたんですけど、あえてこの物件に住むにあたっての注意点とか。ここは気をつけてくださいみたいなのありますか？そうですね。注意点気をつけてください。そうですね。長崎特有です。ちょっとマイナスと思われる方もいらっしゃるかなっていうのはやっぱり坂道ですね。坂道ですね。坂道です。坂道があるからこそ景色がいいっていうところはあるんですけど、でも品川さんが一番よくご存知かと思うんですけど、坂道慣れるとそうでもなかったりとかっていうのもあるので、そこも良し悪しかなっていうところになります。健康になりますか？健康になります。そうです。はい。なので実際に距離感とかはね、そうですね。見ていただいて、見ていただければいいと思います。で毎回聞いていることなんですけど、明星興産さんが既存の物件や古民家のリノベーションに力を入れられている背景を教えてください。はい。この物件もそうなんですけど、古いから壊すっていうのはすごいもったいないなっていうのがあって。
であと綺麗にすればまだ住めるじゃないですか。で、古いお家を次の世代に引き継いで、循環型って弊社は呼んでるんですけども、そういう循環型の建築社会をずっと続けていくことで、次の世代の方もお家を大切にしたいとか、まだ使えるから処分せずに回していこうっていう意識に少しずつでも向いていっていただければなっていうのと、あと坂の上だと空き家になるとやっぱ不安だと思うんですよね。空き家だからとかちょっと雰囲気が悪くなるんですけど、そういうところで住んでいただくことで、地域活性化だったりとかっていうのにつないでいければなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。とてもいい取り組みだと思いますし、郵政興産さんも何件もね。そうですね、はいはい、ご相談いただいてますね。はい、ありがとうございます。では最後に、この動画を見ている方々、あと今回の動画は長崎在住の外国の方とか、世界の視聴者の方も見られるかなと思いますので、一言メッセージをお願いします。はい、そうですね、海外の方向けとしては、ぜひですね、こういうまだまだ残ってます、日本の古い家屋とか。でそういうのを外国の方にまた改めていいよと思っていただいて、そこでまた意見とかご感想とか海外から日本に持ってきていただいて、日本の方にもっと日本の良さを外国の方の目線で広めていただけると、また私たち日本人も新鮮な形で見れるかなっていうふうに思ってます。確かに、はい、なんかちょっとやっぱ住んでると気づかないことってやっぱ多いんですよ。良さが気づいてなく、古いとかそういうちょっと悪い方向の視点で見てしまうところもあるので、逆に違うよっていうのを外国の方に教えてもらえるとすごいいいかなって思います。はい。外国の方が長崎の地域に住んでいただいて、日本のこの古民家というか、昔ながらの雰囲気あるお家に住んでいただくことで、外からの視点で新しい魅力をね、発見してくれたり、シェアしてくれたらめっちゃ嬉しいです。嬉しいです。で逆に外国の方から何言ってんだよ長崎人みたいな、いいとここんだけあるじゃんみたいなのも教えていただけると、すごい刺激になるかなって思います。魅力も、そして住んでみて分かった課題とかもいろいろフィードバックいただけると嬉しいですね。そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではこの動画の概要欄に郵政興産さんのホームページと、あと連絡先等々の詳細情報を載せておりますので、気になった方はぜひそちらもチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで桃田さん、今回もなんかご紹介いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。またきっと次回の動画でお会いしましょう。また。はい、ではではさようなら。ありがとうございます。See you。See you。 안녕。 안녕히 계세요。さようなら。